こんにちは。今回は無色転生第2期第24話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。いい終わり方だったな。3期よ。3期来た。3期決定期ちゃう。3期制作来たよ。これも3期やるか。最後に3期制作決定で締め。これで発言力はシルフィがこの家で一番やな。墓参り2つ分を一気にやったな。これで3期はスラ王国編まで一気にいけるわ。まあ気持ちは痛いほどわかるし正論なんだが、決めるのはシルフィであって、妹があんなギャーギャー言うほどでもないのでは。あの反応が普通だろう。言ってほしいこと網羅してくれてスカッとしたわ。シルフィ女神様すぎだろう。こっから何が始まるんです。マジでここからが本番。分かってたけど3期発表嬉しい。さすがに最終回は作画気合入ってたな。これ原作全部アニメ化するのか。ノルンの呆れた顔あろた。シルフィが OK 牧場だとノルンが何言っても覆らんわな。あっさり解決。サンキトゥルーン。劇場版とかじゃなくてマジでよかった。素晴らしい最終回だった。綺麗に収まったな。そして3期まさか続くとは。正しいこと言ってるのルンが居づらくなってるのおかしいだろ。修羅場になるのかと思いきや、シルフィさん器が大きいな。ノルンちゃんが言いたいこと言ってくれたけど、そんな役回りだと思ったわ。シルフィがノルンにキレるの変えられてるし、アイシャの情けないもないやん。まあええか。2期はところどころで、そういうちょっときついところを削ってる感じはあるね。全体的に。キレるってかノルンをたしなめる場面で、あそこが剣の稽古の間のやりとりに行こう。まあ正論言ってるのに、それ違うみたいに言われるのは摩擦があるし、言うだけ言わせて、シルフィはまた別の立場で受け入れる的な流れでいいんじゃない。なんやかんや良い最終回だった。また2年後くらいかね。リーリャの助産師としての安心感。ノルンがかなりまともで驚いたわ。もっとギャーギャー言って場を荒らすと思ってたわ。ノルン強くなったな。一番可愛い。思ったよりマイルドな修羅場だったな。あんまり誰かを叩く流れにならなそうだし、いい調整だったかも。嫁1号がシルフィじゃなかったらルディ刺されて終了だったな。エリスだったら終わってた。ラストにエリスの後ろ姿、エリス推しも成仏したな。まあ何やってるか、どこまで行ってるのかがわからんのはいかんだが。2期も終わってみれば最後まで面白く見れたわ。しかし冗長にも感じた学園編の平和が懐かしいと思えるとはな。濃縮しすぎであっという間に終わった感じ。これ2期だったのかよ。最終回迎えたら昨日終わりだよ。無職が転生したら結婚できて、しかも嫁を2人もできる。そりゃみな転生したいと思うわな。まだ制作決定か。来年厳しそう。さあ世界最強と戦っちゃうぜ。鬼前はスタジオは無職のために作ってるからね。鬼前も無職のために作ってるんや。何期まであるの？分量的には5期くらいでちょうどかな。はしょって4期にするかもだけど。まだ続くか。なんだかんだおもろいから頑張ってくれ。ターニングポイント4は見たい。このために作った会社だし、最後までやるんだろうな。アニメだと原作のどれくらい終わったんや。半分くらいか。3期も分割にクールかな。こういう展開女性はめっちゃ剣押しそうだな。まあ無職は女人気は皆無だろうな。男に都合よいだけの話だからな。薬屋とか女に人気の作品も一夫多妻だぞ。なんか一応魔法学校もやって母親も助けて、3期というか今後何やるのこれ。赤髪？エリスと仲直りする。続編は UFO 原作者のやつやってからかな。まあクオリティ高いから期待しとるわ。ガルクラ、UFO、無職。今期のアニメやばすぎだろ。精神がグラッグラしまくってる。実はもう続きできてるとか言ってくれ。2年3年先は嫌や。素晴らしいまとめ方だった。兄よりで稽古のシーンになったのいいね。ノルンがキレながらも、
家族崩壊とかは全然してなくてなんだかんだで仲良いし。ノルンかわいいよノルン。なんだかんだでノルンは良い立ち回りしてたな。怒って湧いたがノルンが成長してたな。結局後悔はしていないような修羅場ではあったけど。言うて、ここからガチの修羅場始まって、家族崩壊とかなっても物語的に全然面白くないし、エンタメ作品としては良いまとめ方だと思うよ。ノルンちゃん、ちょっと黙っててくれないかな。これが削られただけで、シルフィもノルンもロキシーも救われた感あるわ。シルフィはルディが神、ルディはロキシーが神だからもともと微妙に歪んだ関係。何にせよこれで3期冒頭からのキシーとのイチャイチャが見れる。生きる希望ができた。途中までこんなに辛い最終話があるかよってしんどかったけど、シルフィのおかげで良い話っぽくまとまったので助かった。無職転生2期終わったら生きがいなくなると思ってたけど、3期来るなら生きてやらんこともない。しかしこうなると、人神のいる後悔って何だったんだろうか。ロキシーを助けて嫁にできた幸福を上回る後悔なんて存在しないのでは。ここからルーデウスグレイラットの物語が始まっていくんやな。言っちゃえば最初から下品で話が進んできたのに、それすらも感動にしてしまう構成力に屈するしかないです。無職転生最高だわ。あんな重い感じで先が思いやられる演出しといて、最終話でいい感じに締めくくれるのは、本当に制作陣が理解してるからなんだろうな。お疲れ様でした。ちな3期全然待ってます。細かい作画は置いといて、セリフの取捨選択、改編の仕方、演出、声優の演技と総合的に見て神回でした。頭の中で思い描いていた通りのものを出してくれました。スタッフの方々、本当にありがとうございました。最終回、シルフィが全て持ってきましたね。彼女は聖人亀神なのでしょうか。とにかく器が大きなシルフィ姉さん。ルーデウスにはもったいないくらいですね。そして無事に新しい命も生まれました。3期も制作が決まったし、ルーデウスは家族のために頑張らないとね。ルーデウスがゼニスに対して思い出が少ないように、ノルンにとって何よりも大切な存在はパウロだった。そして彼女にとって最も頼りになる人間がルーデウス。だからこそパウロの死はノルンにとって絶対に覆せない事実となる。それが何よりも辛い。シルフィは神対応だけど、そのまま受け入れていたらもやるところをノルンがきっちり代弁してくれたので納得の流れ。パウロの件でも切れかけたけど、ルディ左手欠損に気づいてギリギリ答えてからの爆発だったのも切迫感があってよかった。今回の MVP。 シルフィファンはここまで見てきたらそら思うところもあるだろうけどさ、修羅場タイトルも使わず結構さらっとした終わりってことはメインではないということ。最初から見返したけど、やっぱ前世の杉田が成長して本気で納得する物語で、この後メタ的に世界と向き合うのじゃ。ロキシーとの結婚に反対していたはずのノルンが、シルフィの赤ちゃんが生まれた時にロキシーと手を握り合って喜んでいたところで、私はもうダメだった。涙止まらん。今話は決断のオンパレードだった。パウロを失ったゼニスの人格崩壊、ノルンの怒り。ルーデウスも万能じゃないんだ。ノルンがまだ未熟な子供で、彼女の苦しみも時間が解決してくれるはずだ。ロキシーの件でも罵声を浴びさせる行為もいつか思い出となる。1話のパウロとゼニスと重なるような構図で、今度はルディが親としてサブ隊にある継ぐとあるように親を継ぐ描きがよく、パウロがリーリャも妻にしたように、親が親なら子の子でラリ、やっと心から親子になれたんじゃないのかなって。19話ではシルフィ、ノルン、アイシャというルディが今守るべきものを表現していた3本のろうそく。シルフィを守りきった2人はもう自立できる。だからシルフィ、ロキシー、子というルディの守るべき家族へとろうそくの意味が変化したように思えた演出。父パウロへの墓参り。ルーデウスの声で前世のこと言ったの初めてじゃないか。前世の男はようやくルーデウスグレイラットになれたんだろう。ここからルーデウスグレイラットとして本気で生きなければいけない。ノルンがパウロの剣をルディとシルフィの子
ルーシーを授かり、ルディが父親にそのルディの背中を押すようにパウロの墓から風が吹く。父親の役目をルディに託すかのように、まさに後を引き継ぐという意味をしっかり描写してて素晴らしい。シルフィ、あなたは仏か。てか、シルフィとロキシーを妻にするって、ルディ贅沢すぎるわ。ラストにちょこっと映った赤髪の後ろ姿は、続編に期待せずにはいられない。家族について感じることが多かった。悲しい報告も、ロキシーをめとることも、自分の口から説明してるルディが立派に感じた。もともと無理筋の話。けど筋を通そうとロキシーともども、できるだけ誠実なのがいいなって。家族の集合してる絵がいろんな思いに溢れてた。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。